どうもこんにちは、宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて今日はですね、家庭菜園でイチゴを育てる方法をね、皆さんにご紹介したいと思います。私実はですね、YouTube では海外旅行のこととか、海外のね話を中心にお届けしているんですけれども、本業はね農業部門のコンサルタント業をしています。日本とか海外でイチゴ栽培をね指導してるんです。それがね本業なんです。いわばねイチゴに関しては世界トップレベルの知識と技術があると思っています。なのでね今回はその技術を生かしてね、家庭でも簡単にイチゴを育てる方法っていうのをご紹介したいと思います。はい、じゃあ行ってみましょう。まずね、必要なものなんですけれども、まず当たり前ですけどイチゴの苗が必要ですよね。それはねちょっと後でご紹介します。はい、それから土ですね。ここに用意したのは野菜と花の園芸培土と呼ばれるものです。でこれはもう近くのね、ホームセンターとかに行ったりとか、あと100円ショップとかでもね手に入ります。土はね地面の土を使うよりもこういうね市販の野菜とかイチゴ用の培土培地と呼ばれているものを使うのがおすすめです。はい、でただね今回はこれだけではなくてちょっと別のものもね使いたいと思います。はい、今回私が用意したのはこのピートモスという、土です。ピートモスっていうのは何かというと、もともとは水苔が堆積してできたものです。それをね、農業用に使ってます。なんで土以外にこういうものをわざわざ使うかっていうと、これの方が品質が安定していて肥料とか水持ちが良くて、さらに病原菌とかにね一切感染していないからなんです。はい、でただねこれだけだとちょっとね水持ちが良すぎるんですよ。水はけが悪いんですね。なので水はけをね良くするためにこの2つのね資材を使います。これがパーライトと呼ばれているものです。でこれがバーミキュライトと呼ばれているものです。この2つね、両方とも水はけを良くするためによく使われています。このパーライトに関して言うともう軽くて水はけを良くしてくれるすごい優れたものです。でただねちょっと値段が高い。でこのバーミキュライトには水はけを良くしてくれるし、でも意外とね水持ちも良くて、しかも値段が安いので、これもねかなり使える資材です。どちらもね、100円ショップとか園芸資材のお店で買うことができます。今回はねこの3つのピートモス、パーライト、バーミキュライト、この3つもね合わせてイチゴ用のね土を作っていきたいと思います。今回ね植える苗はこちらです。イチゴの苗をね12株購入しました。私はねインターネットを使ってイチゴの苗を購入しました。今ならねインターネットで Amazon とか楽天でも購入できるし、ホームセンターとかでもね購入できます。いろんなね品種があると思うんですけれども、いくつかの品種育てて比べてみるのが面白いんじゃないかなと思います。おすすめの品種としては、紅ほっぺ、とちおとめ、その辺りの品種はね育てやすいですし味も美味しくて、家庭菜園にね向いてるんじゃないかなと思います。他にもねいろんな品種いろんな商品名でね売っているのでぜひいろいろ育ててみてください。で育てる前になんですけれども、まずねこの苗の古い葉っぱとか、あとは雑草が生えていたりしたらねこれきれいに取りましょう。苗をねきれいな状態にしてから植えるのがおすすめです。このね苗見てみてください。例えばこの枯れたね古い葉っぱありますよね。こういうのはそのままにしておかずにこうやって取って捨てましょう。それからはいここ雑草が生えてますよね。これもこのままにしておくと良くないのでこうやって取って捨てます。こんな感じにね苗をある程度きれいにしてから植えるようにしてください。今回イチゴの苗を植えるのに使うのはこういう細長いねプランターです。で栽培容器はね実際何でもいいです。こういう細長いプランターでもいいですし、丸い植木鉢でもいいですし、例えば発泡スチロールの箱のねそこに穴を開けたような入れ物でも構いません。でただ注意してもらいたいのが必ずねこの底にね穴を開けること。これで言うとねここに穴が開いてますよね。この左下で、そこには穴が開いてないんですけれども、このねちょっと底を高くする中敷きを敷くことでね全部、
水やりをした時に余分な水はここにある穴から外に出ていくことができます。この穴ね。もしもこうやって横に穴がなかったりとか、こういうね中敷きがない場合には必ず容器の底に穴をねいくつか開けてください。そうしないと余分な水がね外に流れ出ることができなくて、水気が多すぎて根っこがね腐ってしまいます。なので必ずこうやって中敷きを敷いて横に穴を開けるか、容器の底に穴を開けるか、必ずどちらかをねしてください。でこういうね園芸用のプランターを購入すれば必ずどちらかの処理がされているので、すごく便利なのでおすすめです。はい。植木鉢でも大丈夫ですね。いちごだけではなくていろんなね花とか野菜を育てる時に、土をねわざわざ作るのがめんどくさいという方にはこういう園芸培土と言われるものがおすすめです。これはね、農業系のプロの人が、花とか野菜の栽培に適した割合でいろんな土を配合していて、さらにねほとんどの土が肥料をね少し入れてあるんですよ。なのでこのまますぐに野菜を育てることができます。でどんなものが入っているかというと、はい、こんな感じですね。いろんなね多分5種類ぐらいの土をミックスして、ちょうどね野菜の栽培に適した配合にしてくれてあります。なので初心者の人にはもうそうですね、農業資材のお店とか100円ショップとか、インターネットとかを通じてこういうね野菜用の園芸培土を購入して使うのがおすすめです。はい、とても簡単に育てることができます。はい、それじゃあね今回私が使用する土をね紹介したいと思います。まずはこれがピートモスです。水苔が堆積したもので、カナダとかね、あとは北欧の方から輸入されているものが多いです。はい、でそれからこれがパーライト。すっごい軽いです。はい、それからこれがバーミキュライト。これもね軽いですね。はい、で今回はこの3つの、培地をですね1対1対8ぐらいの割合で混ぜます。パーライトが1、バーミキュライトが1、ピートモスが8ぐらいの堆積比ですね。今は1対1対1ぐらいの量があるんですけれども、ここにね一応業務用のピートモスを購入してあるので、これを混ぜて1対1対8ぐらいの割合にします。なんでかっていうと、本当はねこのピートモスだけでも栽培はできるんですよ。非常に肥料持ちもいいし水持ちもいいので。ただねちょっと水はけが悪くて気をつけないとね根腐れを起こしてしまうので、それを防ぐためにこちらのね2つのもので、水はけと、通気性を補ってあげるっていう感じです。なのでこれをね8割ぐらいピートモス主体のね培地作りをしていきたいと思います。でそれから今回はこの培地最初にね培地を作る時には肥料分は入れません。後でね苗を植えた後に大きい火でね肥料をあげたいと思います。はい、じゃあちょっとこれをね混ぜていきます。でそれからこうやって培地をやるときにはね、もしブルーシートがあるようならこうやってねブルーシートを敷くと地面が汚れてないので便利です。ない人は新聞紙をね広げても OK です。はい、じゃあやっていきます。はい、今土のブレンドが終わりました。こんな感じですね。だいたい1対1対8ぐらいの割合になったんじゃないかなと思います。そこまでね厳密じゃなくても OK です。はい、それからねピートモスね結構こうやってね木のくずとかが入ってることがあるんですよ。でこういうのはねできれば外して捨てておいてください。それから塊とかがあったらね手でほぐしてください。はい、であんまりねここに今水をかけたりするのはやめてください。なんでかというと、これからねプランターに入れるのであんまりここでねべちゃべちゃしているとやりづらくなってしまうので、この時の土はねこれぐらい乾燥していて OK です。はい、結構ねいい感じな土ができたんじゃないかなと思います。でこれをねプランターに入れていきます。プランターを使う時にねこの底に、軽石とかね発泡スチロールを砕いて、底用のね土として使う場合があります。
そうした方が排水性が良くなるので、根腐れを防げるんですよ。でただね、今回はこうやって中敷きをね使っているタイプのプランターなので、このままこの土を入れていきたいと思います。もしねこういう中敷きをね使っていないタイプのプランターの場合には、発泡スチロールをねちょっと砕いて入れたりとか、軽石をね、底石用の軽石を入れたりしてみてください。はい、じゃあ入れていきます。はい、だいたい7分目ぐらいまでねプランターに土を入れました。こんな感じです。はい、じゃあね苗を植えていきましょう。だいたいこれぐらいのね間隔で植えるのがいいかなと思います。この長さのプランターなら2株もしくは3株ですね。今回私は3株植えたいと思います。だいたい15センチから20センチぐらいはこうね苗と苗の間隔を取りたいですね。3つでもいいし、こうやって植えてね2個でもいいかなと思います。こんな感じに、はい。今回はちょっとね3つ植えます。はい。でだいたい苗を買うとねこういうポットに入って届くと思います。でこれね植えるタイミングというのがあって、こうやって根っこがそこにぐるぐると回った時、こういう状態になったら植えるのに適した状態です。根鉢というふうに専門用語では言います。で本当はねこの苗ねちょっとまだ早いんですよ、植えるのには。葉っぱの大きさが小さいし、あとこのクラウンっていうね新芽が出てくる部分が細くて、その割に根鉢はねしっかりできてるんですけれども、ちょっと早いんですけど、私のねスケジュール的にもう今回植えてしまいたいと思います。本来ならもうちょっと大きな葉っぱが出てきて、根鉢はねこれぐらいの状態で植えるのがいいかなと思います。でこの根っこをビリビリにね引き裂いてほぐしてから植える植え方もあるんですけれども、私はねそのやり方はおすすめしません。なんでかっていうと、その根っこのね切り口から病原菌が入って病気になってしまうことがあるからです。なのでこの根鉢は崩さずにこのまま植えてください。はい、でそれからねここの新芽の部分に土がかぶさると苗がね腐ってしまうので、ここには絶対に土がかぶさらないように、ここよりもね浅く土をかけてください。ここが土の上に常に出ていること、それがとても大切です。はい、じゃあ植えていきましょう。植えるといってもねこうやってポットからはい外しておく、これだけですね。はい、はい、これであとは土をねかけていきます。今どういう状態かというと、こんな感じにね苗が高くなってますよね、他の土より。なのでこの土をこのポットの土と同じ高さまで加えます。これよりもね深く土をかけるってことはやってはダメです。はい、じゃあやっていきます。はい、土を補充しました。こんな感じにねポットの元々の土の高さと同じ高さまで土を補充しました。こんな感じに入れれば OK です。はい、でここ見てもらうと分かると思うんですけど、プランターの容量いっぱいまでは入ってないですよね。9分目もしくは8分目までの高さまで土が入ってます。でこれはねちょっとわざとこういう風にしてます。なんでかっていうと、もしねこの目いっぱい土を入れてしまうと、これからねじょうろで水をあげるんですけど、水をあげた時にすぐにね水が溢れてしまって土が流れ出てしまうんですね。でそれを防ぐためにわざと8分目とか9分目ぐらい
の土の量にして、水をあげた時にも水が溢れたりとか土が流れ出たりとかしないようにしてます。なのでね、土は目いっぱい入れるんじゃなくて、9分目から8分目ぐらいまで入れるようにしてください。でね、ここまでで、だいたいね、一通り終わったんですが、次はね、ちょっと肥料についてご紹介します。園芸培土を使う場合には、元からね、少し肥料が入っているので、もうこのままで、あとは水やりをすれば OK です。ただ、今回は自分でブレンドをして、土をね、ピートモス、パーライト、バーミキュライトを使ったので、肥料分が一切入っていないんですね。なので、このままだとイチゴがうまく育たないので、肥料をね、使います。はい、で今回私が買ってきたのはこの IB 肥料、花野菜用という商品です。でこのね IB 肥料っていうのは、いろんなメーカーがね出している肥料なんですが、とても使いやすい肥料です。固形の大粒のね化学肥料で、この肥料は窒素、リン酸、カリ、9度が10対10対10対1の割合で入ってます。この窒素、リン酸、カリというのが野菜とか花のね生育にとても大事な三大要素と言われているもので、その3つがバランスよく含まれています。でしかもこの肥料は60日から70日かけてゆっくりと溶け出していくタイプの肥料です。なので急に肥料が溶け出して根っこを焼いてしまうっていう心配がないです。それから途中でねすぐに肥料がなくなってまたすぐに追肥をしないといけないという心配もないんですね。だいたい2ヶ月ぐらいはこの肥料を与えるだけで、あとは水をあげればね十分に野菜に肥料分を供給してくれます。でこの IB 肥料というのはとても優れた肥料でして、普通にねプロの農家の方でも使用をしています。いちご農家のねすごく大規模に生産している方でも苗作りの時にはこの IB 肥料を使うことが多いです。はい、なのでね今回は私はこれをね使いたいと思います。で後ろに、肥料の使い方が書いてあります。でプランターの場合にはね、プランターの底の部分に施肥してくださいと、そこに混ぜ込んでくださいって書いてあるんですが、私はその使い方をちょっと無視したいと思います。はい、今回はねこういうふうに1つのプランターに3株植えたので、 IB 肥料をねとりあえず4粒だけ入れたいと思います。ここに2粒2粒でもいいし、1,2,3,4かっていう感じでもいいかなと思います。それがいいかな。そんな感じで入れたいと思います。でこの肥料はねちょっとずつ溶け出すので、例えばここに1粒置けば、そこでね水やりをするたびにちょっとずつ溶け出して、こうやってねちょっとずつ溶け出して土が吸収してくれるんですよ。なのでそんなにね置く場所、例えばここに4粒だけとかだと問題なんですけど、こうねだいたいバランスよく配置してあげればきちんとねいちごが吸収してくれるので問題ありません。はい、じゃあ置いていきます。はい、この白い粒が IB 肥料という肥料です。これをね1粒ずつ置いていきます。じゃあまずはこの苗と苗の間に1粒入れます。もう1個ここにも1粒入れます。でもう1個この端っこにね1粒入れます。もう1個この端っこにも1粒入れます。はい、こんな感じで4粒の肥料が入りました。ちょっと一番上に置いておくとね場所が水をあげた時に移動してしまう心配があるので、こうやってちょっとだけ土の中に入れておきましょう。はい、これで準備 OK です。じゃあ次にねここにじょうろで水をあげたいと思います。はい、4つのプランターにね12株のいちごの苗を植え終わりました。で間にはね全部 IB の肥料が入ってます。はい、というわけでじゃあ最後ねこれに水やりをやりたいと思います。ここでねしっかり水をやらないとポットの土と今入れた新しい土がねこうきっちりと癒着しないんですよ。なのでここはねしっかりたっぷりと水をあげて、ポットと土と今回新しく足した土がねぴったりとくっついて水がきっちり行き渡るようにします。そうしないといくら水をあげてもねこうポットの土に水が浸透しなくなってしまうんですね。なのでここでしっかり水を与えることが大事です。
プランターとか植木鉢の底から水がね、余分な水が溢れ出るぐらいしっかりと与えてください。ただあんまりね勢いよくあげてしまうと土が流れ出てしまうので、ここはね優しくあげてください。はい、じゃあやってみます。はい、でそれからね、普段の水やりの時には、できるだけねいちごの植物自体には水をかけない方がいいです。今回はねちょっとかかっちゃってますけど、本来はいちごにはね葉っぱには水がかからない方がいいです。ちょっと今動画撮影しながらなんで無理なんでね、ちょっとこんな感じでやっちゃいますけど、で水やりはすごく大切で、かつね難しいんですよ。簡単に思えるかもしれないんですけれども、結構難しくて、農業の世界ではね水やり3年っていう言葉があります。水やりをね覚えるのには3年時間がかかるっていう意味です。それぐらいねこう植物にとってちょうどいい適切な量のね水やりを均等にやる技術っていうのは実はすごく難しいんです。今回はね最初の水やりで土がかなり乾燥しているのでたっぷりと与えます。結構ねここでねちょろちょろっとやってね表面が湿っただけでね土の中が湿っていないということがあるので、これぐらいねたっぷりと水を与えてください。今回ねメインに使ったピートモスという土は保水力がすごく強いんですね。なのでたっぷりと水をあげてもそれをねたっぷりと吸収して保持してくれます。はい、これだけねたっぷりと水を与えてもまだこの底から水が溢れ出てきてないですよね。今ようやく出始めたぐらいですね。もうちょっとかな、そろそろ溢れ出るかなぐらいな感じなので、もうちょっとね水を与えます。ほんとねこれぐらいたっぷりあげないといけないんです。今この一つのプランターに対してこの、中ぐらいのサイズのねじょうろ1杯分を与えました。これぐらい最初の水やりでは与えてください。2回目以降はねそこから流れ出るぐらいまででいいんですけれども、1回目はね土が乾燥しているのでたっぷり与えてください。この植え終わったイチゴは直射日光が当たる場所、もしくは半日陰になるような場所に置いて管理してください。水やりはね、土が乾いたら与えるっていう感じですね。夏場だったら毎日、春とか秋だったら 2,3 日に1回ぐらいのペースで OK です。でそれから今回与えた肥料はだいたい2ヶ月ぐらい持つ肥料なので、2ヶ月ぐらい経ったらねまた同じように肥料を与えます。で使う肥料によってね効果が持続する期間っていうのは違うので、使うね肥料によって与えるタイミングは変えてください。はい、このイチゴのね経過観察についてもまた動画でご紹介したいと思います。はい、こんな感じでねイチゴのプランターへの定植が終わりました。今回は私は6月にねこのイチゴの苗を植えました。イチゴの苗を植える時期はだいたい春か秋に分かれてます。で春に植える場合には、この苗からランナーといってクローンの苗を、たくさん出てくるので、それを取ってそれを秋に植えて冬越しをさせて翌年の春に収穫します。もしねイチゴの苗を秋に購入して秋にこうやって植える場合には、その植えた苗から翌年の春に実を収穫します。はい、というわけでね今回は親株の定植といった感じで、これから夏の間にねこの株からランナー苗と呼ばれる小さな別の苗を取って、それをねまた定植をして収穫するという作業を行います。その作業についてはねまた別の動画でご紹介したいと思います。苗繁作という言葉があって、農業ではねその苗の出来が収穫量のもう半分を決めてしまうというぐらい苗作りはすごく重要なんですね。なので、この親株から苗を取る作業についてはまた別の動画でご紹介したいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はね私が知っている、商業的なイチゴ栽培の技術を、家庭菜園に応用してねこうやってプランターでも簡単に育てられる育て方をご紹介しました。
これから他にもねいちごに関係する動画をねいろいろアップしていきたいなと思っているので、ぜひね興味がある人はチャンネル登録してみてください。というわけで、何かね質問があったらぜひコメント欄に書いてください。それから今回の動画が役に立ったと思う人はぜひいいねを押してください。はい、というわけで以上で終わりです。ありがとうございました。